皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。今日は軽く E32021 の忍耐や新型任天堂スイッチの噂についてお話しします。動画投稿めっちゃ久しぶりになってしまってすみません。忘れられてなければいいのですが、これからはまた前の投稿ペースに戻ります。このチャンネルでは普段はブレスオブザワイルド続編やゼルダゲームの考察動画を投稿していってます。興味を持ってくれた方は1本でもお試しで他の動画を見てくださると嬉しいです。さて、最近気になる噂がちょこちょこ出始めているんですが、6月が近くなってきて、いよいよ E3 に関する情報が少しずつ出てきましたね。大体の方が分かっていたことだと思うんですが、例のウイルスの影響で今年の E3 はオンラインイベントとなりましたね。日本で愛知県の田舎に住んでいる僕からしたら E3 は毎回オンラインイベントなので、開催してくれて、もっと言えば任天堂さんが参加してくれるだけで超嬉しいです。開催日は6月12日から15日までの4日間で、そのうち忍耐が放送されるのがどこなのかはまだ情報が出てないようです。薬剤の目視録の DLC やスカイウォードソードの詳細についてはもちろん、今年はゼルダ35周年なので他にも発売されるソフトが出てくると予想できます。そして何より前回の忍耐で青沼さんがブレワイ続編の続報は年内にと言っていたので、ここで来る可能性は高いですよね。めっちゃワクワクしてきます。他にもたくさんのゲームメーカーさんが参加なさるので、それぞれのお目当てのメーカーさんをチェックしておきましょうね。任天堂さんは他にもメトロイドプライム4やスプラトゥーン3の続報もあるかと思いますし、新規 IP、つまり全く新しいゲームを発表するとの噂もありますので、大いに期待しちゃいましょう。さて次は今までノーマークだったこれについてのお話をしましょうか。新型の任天堂スイッチ。最近任天堂さんがスイッチに関わる不思議な動きをしているそうで、4月2日に新型のジョイコンの特許を申請したであるとか、4月6日にスイッチのいくつかの不具合の修正と動作の安定性、利便性の向上としてアップデートが配信されたんですが、それを解析した人によるとドックの方にも何かが追加された跡があったりしたんだそうです。あとスイッチ本体が複数になった人への対応方法なども発信していましたよね。アップデートの方は僕には何のことだかわからないんですが、これらの情報から輪郭が見えてくるのはやっぱり新型のスイッチですよね。他方で考察が進んでいるようですけど、それらの予想では2022年の発売なのかなと言われているようです。 4K 出力や Bluetooth にもいよいよ対応とも予想されています。めっちゃワクワクしますよね。気になったんですけど、そのジョイコンの画像を見てみると A、B、X、Y の4つのボタンの代わりにボタン2つの十字キーが新たに備わったようです。スティックは現行モデルに比べると中に引っ込んだようになっています。これが何を意味しているのかははっきりわかりませんが、予想するに今までのジョイコンはこのスティックが出っ張ってるせいで収納するケースを分厚くせざるを得なかったんですけど、それを解消したのかなと。そもそもこれがスティックじゃなかったりしてそんなわけはないですよね。わざわざ取り外した図になっているのでスイッチライトとは関係がないのかなとは思いますし、ジョイコンはそもそもお裾分けプレイができるものなので、右側のジョイコンの画像がないですけど、右側のジョイコンにも十字キーがついているんだと予想します。ひょっとしたらジョイコンの左側だけを十字キー付きのものに変えるものだという可能性もありますかね。もう一つ気になったのはボタンが4つから2つになっていることです。これを見ると僕はファミコンの A ボタン B ボタンを思い出すんですよね。4つから2つにボタンを減らして、そして十字キーをわざわざつけるということは、今後はレトロなゲームも充実させるという表れなんでしょうか。少し前にもお話しましたけど、スイッチが発売されてからの9月というのはスイッチオンラインの1年契約プランの更新の月ですので、今年なのか来年なのかは分かりませんけど、レトロゲーが大量に追加されたりするんでしょうか。まあ何もかも僕の妄想ですし、情報が少なすぎるんですがワクワクしますね。皆さんはどんな妄想をしたでしょうか。コメントいただけると妄想が広がって助かります。ところでジョイコンといえばスカイウォードソードデザインのジョイコンも7月に出ますね。こちらのジョイコンは現行モデルと変わりありません。いつの間にか前回の忍耐からもうすぐ2ヶ月経つことになり、待つ時間が減っていて僕は嬉しいです。実は前回のゼルダゲーム HD 化であるトアプリの HD が出た時に発売されたのがウルフリンクなんだそうですね。トアプリリンクのアミーボはスマブラ 4WiiU で出ていたんです
ですが、トワプリの獣の試練に対応したウルフリンクのアミーボが出たという流れだそうです。そこから考えると、スカイウォードソード発売と同時期にアミーボが発売される可能性はありますよね。もし出るのであれば、ブレワイ続編でも続けて使えるのが当然だと予想できます。他の動画でもお話ししているんですが、僕はブレワイ続編には同じ姿かは分かりませんが、ファイが登場するんじゃないかと思っていまして、都合よく考えるならスカイウォードソードで例えばファイが絡んだ追加ミニダンジョンみたいなものがあったりして、それに使用できるファイのアミーボとかでしょうか。まあ妄想が過ぎるのでスルーしてください。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでお願いします。ご視聴ありがとうございました。